手のひら返し武将列戦。手のひら返し武将列戦では近年評価が逆転した武将にスポットライトを当てて紹介していきます。今回取り上げる武将はこちら、東堂高虎です。東堂高虎といえばその生涯で7度も主君を変えた武将ですよね。最後は徳川家康に仕えて32万石。武将としては優秀だったのかもしれませんが、やっぱり武士は一人の主君に忠義を尽くすもの。東堂高虎はちょっと信用できないですね。いやいや林道ちゃん、高虎は決して不忠者だったわけではないですよ。そうなんですか？武士は一人の主君に忠義を尽くすもの。こういった考えは江戸時代の封建道徳の中で言われ始めた考え方なんです。戦国時代においては有能な武将が実力を発揮するために主君を変えるということは決して珍しいことではなかったんです。他にも主君を何度も変えた武将には笹の才蔵の意味を持つ梶義長や東堂高虎にも仕えた槍の官兵衛こと渡辺悟がいます。彼らのように自らの才覚に自信があり実力もある武将は主君を選ぶことができたということですね。でもそれって自分の実力を鼻にかけた義理も人情もない人物ってことに変わりはないですよね。戦国時代にだって山中鹿之助や石田三成みたいな忠臣はいたわけですし。林道ちゃん、随分な言いようですね。それでは東堂高虎がどのようにして主君を変え最終的に東堂藩32万石の祖になったのか、その生涯を見ていきましょう。1556年、東堂高虎は近江国犬上郡東堂村に生まれました。村の名前が名字になっていることから東堂家はその土地の有力な豪族だったのでしょう。成長した高虎はなんと6尺2寸190センチもの身長を誇っていました。190センチ？布袋寅泰よりも大きいじゃないですか。戦国時代にそんな身長の人いたんですか？戦国時代の平均身長は現代よりも低いと言われていますが、現代人の平均を上回る長身の武将は存在していました。それは着用していた甲冑などから推測できるんです。土豪という決して高くない身分からその恵まれた体格を武器に高虎は立身出世を目指していったんです。まさに戦国時代のスリルに身を投じたんですね。立身出世を目指す高虎ははじめ地元の有力大名浅井長政に仕えます。初陣は織田徳川連合軍との激戦となった姉川の戦いと言われています。しかしその後高虎は人情沙汰を起こして浅井家を出奔。それからは山本山城主篤治貞行、沢山城主磯野一正、さらには信長の甥である大溝城主の織田信純に仕えました。このように若かりし頃の高虎は主君を転々としていました。主君を裏切ったというよりはトラブルを起こしてばっくれたという感じでしょうか。若気の至りというやつですね。浅井家が滅び、その丘陵を羽柴秀吉が支配するようになると、高虎は織田信純の元を離れ、秀吉の弟羽柴秀長に仕えるようになります。1576年、高虎21歳の時のことです。高虎は羽柴秀長の下で大活躍、数々の武功を挙げていきます。さすがは兄、秀吉の天下取りを支えた名将。問題児の高虎もうまく扱ったんでしょうね。はい、高虎も秀長の期待に応え奮戦します。その戦歴は凄まじく、三木城の戦い、静ヶ岳の戦い、小牧長久手の戦いのほか、紀州、四国、九州へも従軍しました。高虎は常に最前線で戦い続けたため、体は全身傷だらけ。阿波一宮城の戦いでは至近距離から鉄砲で撃たれても戦い続けたと言われています。鉄砲で撃たれても戦い続けるなんて恐ろしいほどのイノシシ武者ですね。確かに
高虎はイノシシ武者だったかもしれませんが、高虎が得意としたのは戦だけではありません。築城ですね。その通り、東堂高虎は築城の名手としても有名です。高虎のお城といえば、宇和島城に今治城、伊賀上野城も日本百名城に選ばれてますよね。高虎が築城の名手となれたのには理由があります。近江出身の高虎には高良大工衆や石垣普請で有名な阿能衆といった職人集団との人脈があったのです。さらに秀長の下で築城を任されるうちに、その領地である大和の大工衆とも仲良くなりました。大和は現在の奈良県です。奈良ではたくさんお寺が作られてきたので、大工衆の技術も高かったのです。なるほど。この時の経験と人脈が高虎の築城名手たるゆえんなんですね。それから高虎は秀長が死去する1591年まで橋場家を離れることはありませんでした。その後も秀長の後を継いだ秀康に仕えますが、秀康は不慮の事故で若くして命を落とします。高虎が39歳の時のことです。主君を失った高虎は武士を辞めようとしました。武士を辞めようとしたんですか？またすぐに他の大名に仕えていそうなのに。そうなんです。かつては功名心の強いイノシシ武者だった高虎ですが、立て続けに主君を失い、何か思うところがあったのかもしれません。高虎は主君の死を悼み、高野山に入りました。しかしその能力を惜しんだ秀吉に懇願され、高虎は武士に復帰、大名として独立することになります。そうして独立した高虎は秀吉の死後、徳川家康に接近していくことになります。なるほど。主家を裏切って徳川についたというわけでもないんですね。もちろん自分を育ててくれた秀長に恩義はあったのでしょうが、秀吉死後に家康に接近するという動きは他の豊臣恩子の大名も見せている動きですからね。関ヶ原の戦いの後、高虎は伊賀伊勢の国に転封、やがて東道藩32万石の祖となりました。この伊賀伊勢の地には晩年の家康が入った駿府城を守る役目があり、高虎が家康から非常に信頼されていたことがわかります。高虎もその信頼に応えて戦国最後の戦い、大阪の陣では最前線で戦ったのです。結局最後まで最前線にはいるんですね。最後に一つエピソードを紹介しておきましょう。若かりし頃の高虎が仕えた織田信純ですが、彼は本能寺の変の際、明智光秀との内通を疑われて殺害されてしまいます。この時、父を失った信純の子正純を高虎は保護して面倒を見ました。大阪の陣では正純は豊臣方につきますが、家康も認めるほどの奮戦をします。その後、高虎が正純を家康に推挙し、正純の家は徳川幕府の旗本として存続していくことができました。へえ、そんな話があるなんて面白いですね。高虎は義理も人情もない不忠者ではなかったんですね。さあ、本日のお話はここまでです。いかがでしょうか。手のひら返し武将列伝では、時代とともに評価が変わった武将にスポットライトを当ててご紹介していきます。皆さんからのリクエストも募集していますので、よろしかったらコメントしてみてください。それではまたお会いしましょう。さらばじゃ。